No hate TV. 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 こんばんは。どうもこんばんは。緊急放送、世界緊急放送始まったで。ちょうど1月20日午後8時の緊急放送ですね。始まったで。毎週水曜日やってるけど、今日は緊急放送ですね。緊急に放送します。世界中の iPhone が今鳴ってんですかね。なってます。鳴ってますね。はい。これ、ほら、もうなんかありがたい極楽浄土みたいなの見えてるよね。なんか今日は神々しいスタートですよね、ちょっとね。そうですね。今日はまあ、緊急放送なんでね。そうかそうかそうか。聞いてるかな、あいつら。うん、俺らがせっかく緊急に今放送してんのにな。世界中の携帯がブーブーなってるはずですよね。ペンタゴンからなんかちょっとその辺さ、俺ちょっと最近忙しくて調べる暇もなくて、ちょっと安田さんにいろいろその辺情報を教えてほしいんですけど、安田さんはちゃんとチェックしてますか？いや、あまりにバカバカしくて俺も調べる気もないんだけども、でもどうやら緊急放送があるらしい。今日もね、あるらしいですよね、でもね、これからね。10時ぐらい。でもこっちが今もうやっちゃったからね。まあ我々がやってますもんね、今ね。どうしたもんですかね。まあ、いろいろ中国人民解放軍もなんかアメリカに押し寄せてるらしいですし。6億円もらえるんでね。そっちのこれ聞いた人はね、6億円もらえます。すごいね。はい。まあ、そんな感じで、今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日はね、アメリカ内戦っていうテーマでやるんですけど、ちょっとその前に、お知らせなんかがありまして、お知らせっていうか、アナウンスメント、ちょっと待ってくださいね。なんかね、これね、これをこう、なんか、これね、前々回の放送のなんですけど、前々回、前々回の放送なんですけど、これね、今ね、どうなってるかというと、韓国語の字幕がついてるんです。はいはいはい、すごいですよね。で、日本語も、英語もついてて、実は、これね、ほら、ここで、こうやってね、こうやってね、ここでね、いろいろね、選べるんですよ。日本語、韓国語、英語ってね。でね、これが、毎回、まあ1週間、2週遅れぐらいで、今後つきますので、皆さんよろしくお願いします。共同通信っぽくなってきましたね。そうそう、なんかね、お金もらってるしね、やっぱりいろいろ仕事をしないといけないっていう気になったんですよね。で、まあ、前からちょっとその韓国の人がせっかく見てくれてんのに、全然その字幕がないからわかんないみたいなことをよく言われてて、前からつけたいなと思ってたんですけど、英語と韓国語ととりあえずあれば、まあ、北京語とかもあった方がいいでしょうけど、その2つがとりあえずあればまあいいかなと思って、これからそういう感じで やりますんで、緊急にね、字幕をつけてみました。はい。では、今日こそ1時間で終わりましょうね。はい。終わりましょう。終わりましょうね。緊急だからね。緊急にやって、緊急に終わる。今日のまず、小さいニュース。はい。これからいこうか。なんだろう、これ。ちょっとごめん。いろいろ慣れてなくてごめんね。今日の小さいニュースは、
ってたこれ。知ってました。あ、マジでなんか僕、つい最近、発見したんですけど、さっきね。はい、夕方ぐらいのニュースですよね、これね。そうですね。僕も今日見ました、これは。うんうん。まあ、なんか、塚本幼稚園って娘さんが、娘さんに代わって、結構なんか、改心したみたいなことも言われてたけど、結局全然あいつらダメだったな、みたいな感じなんで、まあ、潰れてよかったんじゃないですか。そうですね。紆余曲折を経て紆余になったっていう、なんかよくわかんない。そうだよね。ただね、いろいろね、途中で、その籠池さんが、いわば反自民、反安倍の陣営に、自ら足を運んだりして、いろんな、器用方変、相半ばしたんだけれども、僕はやっぱり当初、この塚本幼稚園が、いわば保護者にヘイト文書を配った事件がありましたよね。で僕、その時から、塚本幼稚園は何度か足を運んで取材してるんですけども、その時にやっぱり保護者なんかを取材して、でその時の文章を直接見せてもらって、例えば、横島な考え方を持った在日韓国人、シナ人といった内容の文章を直接保護者に配布したりね、それからホームページ、塚本幼稚園のホームページでもって、いわば韓国、中国人などの元不良保護者みたいな表現を使ったりと、こうしたヘイト発言、あるいはヘイト文章に関する反省っていうのはほとんど見られなかったんですよね。だよね。ですから、このことは忘れちゃいけないし、これに関する謝罪、正式な謝罪と、それから総括は何もないというところにおいて、僕はずっと不信感を持ってました。籠池さんを持ち上げることに関しても、僕は一度もやっぱり、同意したことはないし、賛同したこともないし、この問題はやっぱり忘れてはならないし、きちんと断罪されるべき問題として今でも残っています。そうですね。結局、なんかもう遠い昔のような話がするけど、よく考えてみたら、塚本幼稚園みたいな極右幼稚園がそれまで何年間かやってたっていう、で、ニュースでたまにやってて僕らも知ってたけど、大して問題にならなかったってすごいことだと思いますね。いや、本当そうですよね。こうした幼稚園が現実にやってたわけですし、単に教育直後をやってたりとか、安倍頑張れ、安倍総理頑張れみたいなことを昭和させてるといった問題だけではなくて、明確なヘイト行為が行われてたんだということは、やっぱ忘れちゃいけないですよ、これ。そうだよね。はい。今日はね、その懐かしい感じの、はい、次。何ですか、これ。後ろの写真懐かしいでしょ。どうしたんでしょうね、この人たちね。これね、最近、カウンターし始めた人とか、最近つっても2、3年やってても、全然知らない人いっぱいいると思うんですよ。この瀬戸宏之さんは知ってると思うんですけど、ちょっとさっきニュースの内容いこうか。そうですね。ニュースっていうか、ついね、僕らネトウヨの話を危機としてしちゃうんでね。そうそう、どうしても兄弟の顔に目がいってしまいますもんね。でこれがなんか、ハングル、子供が通ってる公立小学校でハングルを教えてるとかって言ったら、片山さつきさんがすかさず、なんかこう、対応すると。何をどう対応するんだっていう話ですよね。いや、本当そうですよね。ひどい話ですよね。なんでこの外国語の教育に関して片山さんが口を出さならないのかって。しかもこの人、なんか10年来ずっと取り組んでると言ってるわけでしょ、この人。要するに 10年ぐらいヘイトスピーチしてるっていうことですよね。そういうことですね。2010年ぐらいからだって瀬戸宏之のデモ出てたもんな。いや、そうなんですよ。だから片山さんがどういう人かっていうことを、多分野間さんからも説明あると思うけども、僕はね、片山さんとやっぱり対談したことあるんですよね、一回。で、この人と生活保護の問題をめぐって、この人がいわば生活保護っていうのは、これ怠け者の、要するに制度なんだっていうようなことを言ったんで、週刊朝日っていう週刊誌でもって片山さんと対談してもらって、最後、険悪な状態で別れたっていう、非常にいろんな意味で面白かった対談なんですけどね。よかったね、あれね。ただね、この人ね、やっぱりその時からいろんなこと言ってて、やっぱりレイシズムに対する親和性っていうのはもう昔からずっとあるわけじゃないですか。例えば生活保護の問題にしても、在日が生活保護をもらうのはおかしい、国に見てもらうのが当然だみたいなことを言うわけで、その時に僕がね、一言言ったわけです。これね、記録にも残ってるんだけども、生活保護の問題にかこつけて、レイシズムに加担するのはやめてくださいってことを言ったらね、だから片山さんなんて話したかって言ったら、国籍や参政権で区別することは保守のオーソドックスな考え方ですって私に言ったわけです。そうです。合ってるよね。確かにその通りなんだなと思って。その当時はさ、まださ、安田さんもさ、まともな保守幻想とか、ちょっとこう、
ね、まあ俺とかもそうだけど、保守には本来まともな人も多いのだが、大特会みたいなレシストがばっこして、きっと右翼や保守も困ってるだろうみたいな、ある意味こう、お花畑な考えを持ってましたよね。当然だけど、片山さつきさんはその頃から、ヘイトこそが、差別こそが保守の本質であるとはっきりとおっしゃってたという、そういうことですね。そう。まあ、ある意味、だから、結果だけ見ると、片山さんおっしゃったことはまさに正しいんだということですね。正しかったね。もう、保守っていうのは、要はレイシストのことなんだって、俺もはっきりそういうふうに、断言できるようになるまでにそこから4、5年かかってるからな。そうですね。だから今回のことも片山さんの回路からすれば当然なんだけども、しかしこれね、どう見ても、野間さん、これ戦時中の特攻警察みたいじゃないこれ。何の権力も、しかも何の力もないんだよね。ないのね。ないんだけど、やってる行動様式そのものは、要するに外国語適正言語だと言わんばかりの論調だったでしょ、彼女のツイートそのものが。本当になんかもう、特攻だね、なんか。本当まさにね、特攻警察そのものですよ、言ってることが。で、実際こうした、例えば先生が子供に教えることそのものが罪に問われた時代ってあったわけよね。だから僕ちょっとこれも取材しようと思っていろいろ調べてるんだけども、例えば1933年に長野県では学校の先生が600人ぐらい検挙されてるわけ、特攻に。なんで検挙されたかって言ったら、自由主義教育をしたからだと。だから子供は個性を生かしてのびのび自由にって、そういう教育そのものを石化教育だと認定されて、特攻にガサ入られて、で600人検挙された事件がある、2.4 事件と言われている事件ですけども、あるいは1940年だったかな、北海道教育連盟事件というのがあって、いわゆる作文の授業ですよね、綴り方授業。で、そこで例えば貧困の問題なんかをテーマにして作文書かせたりしたことが、これ階級闘争を学ばせてるんだっていうことでもって、やっぱり数十人の教員が逮捕されている、特攻警察に。つまり教育内容に国が介入した時っていうのは必ずこういった悲惨な結果が待ってるわけですよね。もちろん先手は、ご存知の通り、京大の滝川事件とか東大の柳原事件みたいな、学者が罪に問われる事件っていっぱいあったわけだけども、まさにそれを彷彿させるというか思い起こさせるような、ハングルを学ばせてること自体が何か犯罪であるかのような物言い。何なんだろうね、本当ね。もう適正言語だって言わんばかりの論調ですよね。何なんだ、あいつとか思ったけど、でも、何がおかしいんだみたいな声は、2010年当時とかに比べると、だいぶ増えたような気がするな。そうですね。それはやっぱりなんか、K-POP の存在感とかも増えてるし、なんかどこが悪いんですかみたいに言う人がツイッターとかでも増えたような気がする。そうですよね。で、これがね、ハングルだから問題視したっていうのもまたちょっとありますよね、今回はね。でそもそもこの話だって嘘か本当か分かんないよね。この授業何なん本当だよね。これも本当かどうかもよく分かんないですよね。この授業何なんて思うし、これさ、でもさ、これね、どっかから持ってきたのかなと思って画像検索とかもしたけど、一応このツイートより前にはないんだよね。だから、ハングルを教えてたのか、どっかのハング教室のものを拾ってきたのか、小学校かどうかわかんない。だって片山さつきにさ、対応しますとか言われて、教えてくださいって言われて、これ最初ツイートした人、夜まで待ってくださいとか言ってたんだよね。自分の子供が DM するので夜まで待ってくださいとか言って、自分の子供が行ってる学校の名前夜になるまで分からへんのかいってみんなそうだからもうこれ嘘松でしょってなったよね。その可能性も排除できないですね。それから友達のとことかどっかで見かけたか分かんないけど、でもその人鍵かけちゃったしね。だからこの私立ぼみで終わっていくけど、しつこくだからね、そのさっきの話にここからいよいよ、本質はそのことじゃなくて、そのことも本質なんだけど、今日のそのテーマはこれなんですよね。はい。この説明をちょっとした方がいいんじゃないですか、そう、これね、わかんないと思うんですよ。これ2014年に僕が作った画像なんですけど、これどんどんスクショして、広めていっていただきたいなと思うんですけど。僕らからすると懐かしいっていう話なんだけどね。要はこのメタル
左上にヘビーメタルみたいな人が2人いるじゃないですか。メタル兄弟と呼ばれてる人ですね。こいつらはヘイトデモの主催者だったり、常連だったりするやつらで、なかなか人気があって、なぜか、この、なんのかな、ここの、自分らで YouTube かなんかにニコ生に番組を持ってて、そこに来るゲストは結構豪華だったんだよね、いつもね。そうですね。何だったんだろうね、あれね。なんだっけな、山口不二夫じゃないや。なんかミュージシャンも多くて、いて、で、なんなんだこいつとかってなってたんだけど、まあヘビーメタが好きなの。山口不二夫じゃない。山口不二夫はもう、山口不二夫ってことはありえないと思うんだけどね。もう、だいぶ、いや、でもまだね、山口さんは生きてらっしゃったので、そうじゃなくて、それに似た人。あの人、あれ。忘れてる。ちょっと後で思い出したら、言います。で、なんかね、そういう豪華なゲストが来る、なんかつてがあったんだろうね、この人たちね。今は全然どこにもいなくなっちゃったけど、しょっちゅうヘイトデモにいて目立っていて、で、その瀬戸宏之の、これ、なんか、大山で宴会をいつもお正月にやってるんだけど、そこで宴会してる写真なんだよね。で、この一番右は瀬戸宏之さんが若い頃に、本物の、いわゆるネオナチの団体をやってた時の写真なんですけど、丁寧に番号をつけて、これとこれがこれで、これとこれで、これが片山さつきっていう国会議員なんですわ、とか言って、国会議員っていうか、総務副大臣なんですわ、みたいなのを結構、これ、ガーディアンとかにも取り上げられたりしてたけど、これ、なんかみんな忘れられてるかもしれないんで、どんどん、蒸し返していきたいなと思います。そうですね。で、あともう一つ言えば、生活保護の問題の時にこの人たちが中心となって、片山さつき先生を支持するデモっていうのを新宿でやってますからね。そう、それで大特会がそれをやって、で、暴力事件が起きたりしましたよね。でその頃はまだカウンターはなんかこう、あんまり何もできなかったみたいな苦い思い出なんかもあり、でも高木周平はその時、あいつじゃあもう10年選手だね。結構ベテランなんですね、彼はね。そうだね。その時新人で、なんか棒でそのおじいさんを殴ってたんだけど、その頃、そっからもう10年か、あいついつまでやったんだって感じことですよね。メタル兄弟はもうやめたのに。はい。まあそんな感じのことで、今長く映してたので、スクショをガンガン広めていっていただきたいと思います。はい。次。本題にいよいよ。いきますよ。これ。ででん。シビルウォーですね。どうなんですか、これ。安田さんに、いろいろね、結構ね、僕らこれトランプの、話、ノーヘッド TV で結構やってると思うんですよね。実は11月にもやったじゃん。いつもその選挙の時に必ずやるし、11月に振り返りもやったじゃないですか。で、やっぱり安田さんの名言がこう、4年前の名言がどんどん語り継がれていくわけなんですよ。もう一回聞いていいですか？はい。アメリカのさ、コード進行がここで乱れたような気がするわけよ。そんな感じですね、コード進行ね。これやっぱり民主党であれ共和党であれさ、もちろんその政治的な左右っていうのはいろいろあったんだろうけども、しかし人種主義を乗り越えるっていうのはやっぱりアメリカが繰り返し連綿と続けてきたやっぱ歴史の中で決められたやっぱコード進行だったわけよね。それが一気に崩れたわけでしょ。だってさ、アメリカコード進行ですわ。コード進行って言葉が出ましたね。コード進行乱れてたよね。トランプが当選してって言ってから4年やって乱れまくって、で、1月6日を迎えてどれぐらい乱れましたかみたいな話に聞きたかったんだけど。そうだよね。でそれはまず僕ね、冒頭の緊急放送のまず世界観だと思うんですよね。あれを期待する、あるいは期待させる、あるいはあそこに望みをかける人々が出現したっていうのは、この4年間の一番大きなトランプの僕は遺産だったと思うんだけれども、いろんなものをあらわにしましたよね。Q アノンっていうのは僕は別に特殊な一部の人々
というだけでなくて、Q アノン的なものを渇望する人々の存在っていうのが、この4年間で本当にあぶり出されたんだと僕は思いました。で、それはアメリカに限定された話じゃないじゃん。これは多分後からの結論じみた話になるんだけども、これ日本の問題でもあったっていうことをやっぱり最近はやっぱ思うようにもなったわけですよ。っていうか、こんなにアメリカの選挙に日本人が首突っ込んだこと今までないんじゃないですかね。そうなんですよね。ちょっと枝葉の話をしますとね、僕実は今日ね、ちょっとある YouTube を見てたの。で、僕は今日最近ちょっとネットにはまってて、最近なんだ。はい。この陰謀論的なものにね、その特に Q アノン系の。で、例えば、水間政権っていう人がいるわけですよ。水間正則さんか。で、水間上皇っていう YouTube 番組。で、この人、いわばジャーナリストを名乗ってる人ですよ。で、まあ、一応なんか産経の正論とか、なんかいろんなところに大手媒体にも割と書いてた人なんだけども、最近あまり出てこないんだけどね。で、この水間上皇って YouTube の中で、やっぱりその、アメリカ国境に25万人の中国兵がみたいな話をしてるわけ。で、人民解放軍が集まってて、いよいよアメリカともう戦争状態になってるっていうのね。そしてこれを報じない日本のメディアはもう解体すべきだとか言ってるわけ。で、ここまでだったら、こいつ何言ってんのって終わるんだけどね。でもね、僕はね、ここまで力入れてこのことを言いたがってるのは、そこではないんだよね。その後なんだけども、つまりその25万の人民解放軍っていうのは、もともとメキシコとかカナダに、いわば潜在的にいた人々なんだと。留学生だとか労働者として。で、それがことあらば、有事の時には人民解放軍兵士として集まるんだと。転じて、日本はどうなんですかってことを言ってるわけ。日本にも多くの中国人がいると。で、この人々は多分今日明日には決起するはずだというわけ、日本で。要は、あれでしょ、スリーパーセルでしょ。そういうことなんです。みんな軍事教育を受けた人だから。なんかね、スリーパーセルっていう言葉を実際に使ってたな。なんかその英語だったような気もする。外国の記事かなんかで。やっぱ使われてるね。だから日本でも戒厳令を起こすべきだとかね、あるいは日本にいる外国人に気をつけろという文脈に転化してるのね。つまりこれは単なる妄想とかっていうんではなくて、妄想から始まったものって確実にこの手のものはヘイトに向かってきますよね。差別と偏見に結びついてきますよね。まあ、向かってくるというか、そっちが先にあるんだろうな。そうなんでしょう。まさにそうですよね。差別っていうものは当然あった上にそういった文脈が作られるんでしょうけど、これ一応ね、水野正則ジャーナリストを名乗ってるわけですよ。あるいは同じくジャーナリストを名乗ってる篠原丈一郎さんとかがね、やっぱりこの投票用紙の中に IC チップが埋め込まれていたみたいな言ってるわけでしょ。で、それに対して、それ誰で有名な加藤清隆さん、元 G 通信のワシントン特派員までやった人が、やはり誰ですか、それ。誰ですか、それ。加藤清隆って。初めて聞いた、そんなやつ。陰部論の人ですよ。陰部のね。で、やはりそうだったのですねって、その篠原丈一郎さんのコメントに応じてみたりとかね、そういったいわゆるジャーナリストを名乗ってるとか、どうかは別としておいて、ある程度影響力を持つネット上の著名人がそういったのにハマって、そうした情報を広げ、で、ネトウヨが大喜びするという構図っていうのが見事に日本でそのトランプを媒介に出来上がってるっていう現状。で、やっぱりこの差別っていうのはデマとフェイクを土台にして生まれてくる。あれ逆かもしれない。デマとフェイク、差別を土台にして生まれてくる。そうなんだよね。差別が先にあって、それに合うように話を無理やり作るから、どんどん口頭無形になっていくということだと思うんだよね。そうだね。それもずっと在日特権とかもそうだし、まさにそう。ね、日本の差別もなんか先にこいつらが気に入らないとかっていうのがあって、で、それを正当化するために話をどんどん作っていって、全部嘘みたいな、そんな状態ですよね。そうだよね。だから野間さんなんか本で在日特権の虚構でも詳しく書かれてるその在日特権なるものだけども、これもさ、特権が最初に話題になったわけじゃなくて、まず根底に在日コリアに対する差別があって、その差別の手段として在日特権というものがでっち上げられたっていう経緯があるじゃないですか。そうだよね。あるいは関東大震災直後の朝鮮人虐殺だって、その井戸に毒を入れたっていうデマはもちろんあった、当然あったんだけども、それ以前に朝鮮人に対する別紙があるからこそそうしたデマが生まれてますよね。だからデマとフェイクを土台にして差別が生まれてくるっていう回路が、いや、しかしこの21世紀、このアメリカ大統領選をの中でもやっぱり見えてきた、そうした風景が見えてきたっていうところがある種
非常に興味深いところではありますね。そうですね。それでね、これね、アメリカ内戦っていうタイトルにしたのは、その説明をしたいなと思ってて、それで、内戦は内戦なんだけど、ほら、日本でもやっぱりこう、みんなが緊急放送を待っていたようにですね、特殊な内戦だなと思ってるんですね。はい。で、これもう内戦やなとかって最初に確か言った、ノーヘッド TV でも言ったような気がするんだけど、それって俺ね、2016年のトランプ当選直後だったような気がするんですよね。ちょっと確認してないけど、多分、当選した後にものすごい規模のデモが起きたでしょ？起きましたね。はい。もうこれで内戦に向かうんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思って、まあでもまさかねとか思ってたけど、今回、ワシントンの首都を攻撃したということで、で、あれがやっぱりかなり大きなことだったという。そうですね。国会議事堂に突入したみたいなもん、まあしたんですよね、まあ議事堂にね。突入して中入り込みましたもんね。したみたいなもんでかしたんだよね。で、それって、僕らが例えば、70年代、60年代の安保闘争で国会にだーっとこう門の中に入っていったとかいうのよりも、もっと衝撃的なことなんじゃないのかなっていう気がしました。だから説明にも書いたけど、ビンラーディンでさえ、ペンタゴンまでは攻撃できたけど、議事堂までは行けなかったんだぞと。で、あれは1804年の米英戦争以来、首都が攻撃されたのは初めてだとかみたいな、そういうような言い方をみんなしてましたよね。そうですね。で、だからそれでね、ここに、タイトルの後ろに、載ってるこのシビル・ウォーっていう、このパーカーを着てる人たち3人組が、いるんですけど、マガシビル・ウォーって書いてありますよね。このシビル・ウォーっていうのが、いわばこれは普通名詞的には内戦という意味なんですが、だから彼らは内戦をやってんだということですよね。そうですね。で、もう一つは、僕らあんまりピンとこないことに、学校ではこれを南北戦争と習うものがあり、それがシビルウォーなんですよね。向こうでいうところの。僕らは南北戦争と思ってるから、南部と北部の戦いと思ってるけど、彼らは、それをシビルウォーと呼んでいて、ザ・シビルウォーと呼んでいて、単に南部と北部が戦いましたっていうイメージじゃ多分ないんだと思うんですよね。やっぱ価値観の戦争でしたもんね、南北戦争は。そう。で、ここでそのシビルウォーを掲げてトランプ派が戦ってるっていうことは、どういう意味なのかなみたいなのを、今日安田さんに教えてもらいたいなと。教えてもらいたいって別にアメリカの専門家でもないただ自分が考えた企画のくせにみたいな。そうそう、なんでいきなり人に投げるんだよと思ったんですけど、ただね、ごめんなさい、僕の浅い知識かもしれないけども、でも一般論として言われてることは、その南北戦争、今、野間さん持ち出したけどさ、これ南北戦争っていうのは単に南部と北部の地域戦争じゃないわけですよね。で、これはなんで起きたかって言ったら、これはまあ南部の11州と北部の23州に分かれて戦争したっていうのは間違いないんだけども、南部っていうのは黒人奴隷制度を基盤とした全近代的な社会だったわけですよね。いわばプランテーションを中心とする黒人奴隷制度を基盤とする、全近代的社会。で、北部っていうのは資本主義を基盤とした近代社会だったわけですよね。言ってみれば、奴隷制度 VS 産業資本という、価値観の違いが、対立を生み、そして戦争したっていう、ざっくり言っちゃうと、そういった経緯があるわけですよね。ちなみにこの時、奴隷制度反対を、標榜した政党っていうのは共和党であって、それから南部のプランテーション経営者なんかを支持基盤とするのが民主党であったと。奴隷制度を維持するためのものが民主党だったって、今とちょっと価値観が違ってるんだけど。今と逆ですよね。そうですね。そうした戦いも当然あったわけ。つまりこれは何かちょっと地域戦争というよりも、これは価値観による戦争だったってことですよね。つまりその問題となったのは、いわば黒人奴隷制度。この奴隷制度を維持するか廃止するかっていう価値観の戦いによって国内が2つに分かれて戦いをしたというのが、南北戦争の一つの、
姿でもあったっていうことだと思います。そうですね。で、当然今回そのトランプ支持派の中で南軍旗を掲げてたり、あるいは南軍旗に近いさまざまな、星が13個しかないようなね、そういった初期の頃の米国旗を掲げたりっていうのが出てくるわけですけども、それはつまり当時の南軍、つまり奴隷制度を基盤としたプランテーションを中心とするその時の社会価値観、全近代的な社会価値観というものをいわばその標榜して、つまりそれを主張して、今ホワイトハウスに戦う挑んだ。ホワイトハウスというか、いわば北部的な価値観に戦いを挑んだっていうのが、正しい見方なのかなという気がしますね。そうですね。今回ね、その1月6日にこういうことになって、こうなだれ込んでいってですね、で、衝撃的な写真が、これなんですよね。衝撃的って、これも別に僕らはあんまり衝撃を受けないと思うんですけど、多分アメリカ人はすごい衝撃を受けたと思うんですよね。これは、要するに、この旗が、いわゆるコンフェデレーションフラッグというやつで、南軍旗ですよね。アメリカ連合国の方の旗ですね。で、それが、この、議事堂の中で掲げられたのは史上初のはずだと。要はこの議事堂は、この南軍を倒して勝った人たちの議事堂なわけなんですよね。だからその中にこういう形で入り込んできたっていうのはすごい衝撃で、もちろん史上初のことだったと。だからこの写真がやっぱりいろんなことをすごい象徴してると思うんですよね。で、いろんなシンボルが出てきて、後でまたいろいろちょっと解説しますけども、とにかくそういう戦いだったと。だからこれはシビルウォーの南北戦争の再来なんだというのは、実際には軍までは出てないにしても、やっぱりそういうことが言えるかなと。それでもう一つこういう写真あったじゃないですか。そうですね。これはなんかやっぱりアメリカの黒人層、つまり黒人層なんかドキッとしますよね、これはね。なんかこれはペロシを吊るせっていうような意味でやったらしいんだけど、絶対当然その背景には、その黒人をリンチのことがやっぱり文脈として、これ作ってる側もあります。そういうのも言ってるはずですよね。そうですね。で、これなんか面白いのが、これ横から撮った写真があって、こういうのなんですけど、この階段のところにね、This is art って書いてあるんですよ。これはアートだよと。だからこのあたりもなんかほら、ネトウヨだなって感じがするんだよね。このアート言い逃れでこういう嫌がらせをするっていう、ところ。そういうものをいろいろこう見てて、やっぱりアメリカ、今回ね、FBI とかがすぐにこの写真で割り出して逮捕しまくってるじゃないですか。その動きの速さたるや、やっぱり相当大事なんだなっていう感じが伝わってきますよね。いや、本当そうだね。だから、まさに議事堂の中に南軍旗が持ち込まれたっていうのは、これは物理的以上に精神的に意味を置いてかなり大事件だと僕は思うしね。それから暴れた連中の中にはさ、例えばミリシアだとか、あるいはなんだっけ、プラウドボーイズとかね、そういうのもいたんだけど、僕が気になってるのは、例えばスリーパーセンターズっていうのがいるわけですね。スリーパーセンターズ、3だから3ですね、数字の3。3% の人々、スリーパーセンターズっていうのがいるんだけども、これなんだこれはと思ったら、要するに独立戦争の時に英国と戦ったのはアメリカ人入植者の約 3% あったんだと。で、その 3% の意思を継ぐ者たちが、今回も立ち上がったんだっていうね、これ今度は南北戦争でなく、その前の独立戦争の時のやっぱりその戦いを、やっぱり再来だと。
ような主張する人間までも含まれてるっていう古いアメリカの価値観みたいなものがやっぱりここでも持ち出されてるわけですよね。これがその3%の、旗をまとってる人たちなんですけど、1776って書いてありますよね。これだからその独立戦争、イギリスと戦った独立戦争の時の話を、この人たちは今してるわけなんですね。で、その時に 3% というのが、実際にはその 3% しか戦ってないという話自体が嘘で、また嘘なんですよ、そこもね。その話自体が嘘でも、そんなことは全然ないんですけど、とにかくそういうふうに、その 3% の、人たちが戦って今のアメリカがあるんだみたいな物語にしちゃったわけですよね。これもさ、なんかこの話が出たのもね、2008年なんですよ。2008年にそういうことを突然ブログで言い出したやつがいて、それから12年経って、議事堂を襲撃するまでになるっていうね。ただね、やっぱ今ね、そのアメリカのプラウドボーイズとか、オースキーパーズ、それから、この3%とか、このミリシャと呼ばれる、民兵というか自警団というか、武装したネトウヨみたいな人たちがすごく問題になってて、でその結局、シャーロッツビルで女の人を引き殺したのもそういう人たちのだったわけなんですけど、武装闘争になりつつあるということを今、そのアメリカの人は危惧してるわけですよね。で、結局それは、武器が持てるからそうなってるっていうこともあるし、その武器を持って戦うことがアメリカの国家の存在理由というか、レゾンデートルというかですね、自由のために武器を自分で取ることこそがアメリカ人のその憲法に書かれたあり方なんであるっていう、強力なその正当化の、論理がそこにあるので、だから、そういう人たちがどんどん自分たちは自由の戦士なんだという、表現の自由であったりまさに表現の自由戦士ですよね。日本の表現の自由戦士はさ、青敷さんみたいな肝田みたいなのばっかりだけど、まさにそうやって銃を手に取って実際に持ってくるわけだよね。だから、やっぱり戦争なんだなっていう気がする。で、南北戦争の時も、実は南軍って、結局、正規軍はみんな最初、北軍の方にいたので、南軍ってまともな軍隊がいなかったんですよね。だからそういうとこもやっぱり、多分重ね合わせてんじゃないかなと思うんですよね。でね、彼らがいろいろ持ち出した、いろんな旗とかが、あって、みんなが旗の意味は、この旗の意味は何だみたいなことをいろいろ、やってるじゃないですか。で、僕もちょっとそれに、参加してみました。で、これはね、ネトウヨサイトっていうかね、この TheResistance.video っていうのは、アレックス・ジョーンズのサイトなんです。アレックス・ジョーンズっていう、めっちゃ陰謀論のやつで、インフォウォーズっていうサイトをやっていてね、そこに要するに他で消されたビデオだとかで、そういうコーナーがいろいろあって、そこに載ってるんで、これはトランプの、支持派が中に入った映像がノーカットで、この後、女性が撃たれて殺されるところまでそのまま映るので、そういうビデオを、アンセンサード、表現の自由だからアンセンサードで他から削除されたものを流すのだという、そういう理屈で、流してるわけなんですよね。で、すごく話題になったのが、これね、このいう人たちがいました。
こういう人たち。はい。これ、その1月6日の写真ですけど、ナショナルキスタンですね。はい。何スタンだっけ？ケキスタン。ケキスタン。ヘキスタン。うん、ケ。ケキコのケ。ケキスタンです。ケキスタンの旗なんですね、これ。そうですね。ケキスタンって。ケキスタンって何なんだっていう。これが話題になってたけど、これがやっぱり、やっぱその彼らが戦ってる内戦が表現の自由の戦いであるということをやっぱり示しているような気がします。そして彼らは表現の自由戦士なんですよね。この旗は何かというと、ケキスタンっていう、架空の国の旗で、まあ、ナチの、陸軍の旗を模したものなんですけど、ケキスタンって何なんですか、安田さん。いや、僕も知らない。その架空の国としか知らないんですけども、でもこれが奴らのやっぱりなんか、一つのシンボリックなものとして取り上げられて多いですよね。そう。向こうのネトウヨがさ、カエルのさ、カエルのペペっつうのを、勝手に、ネトウヨのアイコンにして、使いまくって、それで、作者がすごいなんか怒ってるっていう話はもうここ何年かずっとあるじゃないですか。このケキスタンというのはカエルのペペの国なんですね。あ、ペペの国だから緑色なんだ。そう。それで、この、鉄十字のアイアンクロスのある位置に、この4つ、なんか葉っぱみたいなのがあると。で、これはまあ四つ葉なんです。クローバーっていうか、そういうのがあって、これは何かというと、このケキスタンの旗っていうのは、その架空の、まあ、いろんなみんなが勝手に物語を作って、ネトウヨ同士の間でね、そういう勝手な国の物語を作って、そこでいろいろ楽しむわけですけど、これはいわゆる4ちゃんで生まれたものなんです。で、4ちゃんっていうのはアメリカのまあ2チャンネルみたいなものなんだけど、2チャンネルというか、プログラム的には日本の双葉チャンネルと同じもの、双葉チャンネルに倣って作られたものなんだよね。だから、これはね、4ちゃんの公式のアイコンなんだよね。この左上の4つ。これは、日本の双葉チャンネルに倣ってアメリカの4ちゃんだから四つ葉ということで、4つの葉っぱが、これが4ちゃんのシンボルである。で、そういう中で遊びでみんなでこのケキスタンっていう国自分たちの理想の国みたいなのを勝手に作って遊んでるわけなんですけど、その旗を持って出てきたもんだから、もう世界中に注目されちゃってこの人ね。もう本当にだからモナーの旗を上げてるような感じですよね、日本でいうところの。モナーの旗ってなんだっけ？モナーっていうか、ほら、2チャンネルのさ、ギコネコとかさ、ああいうもの、2チャンネルの、ほら、昔さ、杉並でさ、教科書の改革でその説明で分かりました。分かったでしょ。なんか絵文字みたいなやつですね。そう、ネトウヨが集まって、なんかモナーとかギコネコとかで行ってよしとか言って、プラカードあの感じなんですよね、これね。あれをもっと大規模にやってる感じで、お前もなーっていう、それですね。そう。だから、そういうものがなんていうか、混然一体となったムーブメントであるということがちょっと、一つやっぱり大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。で、これやっぱりそのダークウェブの中で、いろいろこういうそのミリシアのやつらとかね、あといろいろ政府転覆を実際に計画してたりとか、そういうような流れともつながってくる話で、インターネット時代のこの南北戦争はこういうふうに戦われてるんだなっていうことを一つ思いました。そしてそれはどれもこれも既視感がある。日本で見たものばっかりだなっていう。そうですね。するんですよね。で、やっぱりもう一つ日本に似てるなと思ったのは、やっぱり新しいマガシビルウォーというもの、
21世紀の南北戦争と呼ばれるものが、やっぱり、ものすごく、さっきのね、スリーパーセンターズもそうなんですけど、ノスタルジーにすごく浸るなと。で、例えばね、こういう写真があります。これも、はい、さっきの11個の星ですね。はい、これも1月6日の写真なんですけど、この人が持ってる旗は、これはベッチーロスフラッグと言いまして、一番最初に提案されたアメリカ国旗なんですよね。それは一番最初っていうのは、13州がイギリスから植民地から独立するときに、その星を13個つけて最初のアメリカ国旗をこれにすると。で、ベッチーロスが最初本当にそれを作ったかどうかというのはまあ素晴らしいんですけど、とにかくその頃のアメリカに戻るべきだというようなことを主張して、この旗を持ってきてる人結構いましたね。そうですね。でこの旗とスリーパーセンターズのアイコンを組み合わせたものとかもあって、すごくやっぱりレトロスペクティブだと。で、レトロスペクティブなんだけど、そのスリーパーセンターズもそうなんだけど、自由のために戦う原点に戻りましょうっていう話を言ってたんだけど、これがシビルウォーだったじゃないかと。で、負けてるんですけどね、昔ね。あの時ね、もう一つちょっとポイントがあって、南北戦争って、北部と南部の戦いで、その一つはその奴隷制をどうするかみたいなことが、争点だったんだけど、もう一つは、その自由貿易か保護貿易かみたいな、ありましたね。争点でしたよね。で、これは今回反対で、トランプの言うアメリカファーストがいわば保護貿易に当たるもので、そうじゃないものがそのグローバル自由貿易で、それを彼らはグローバリズムだと言って攻撃してますよね。昔は南部が自由貿易を主張して、北部が保護貿易を主張して、そこでその自由貿易の方がそのプランテーションの奴隷労働によるプランテーションにとっては、自由貿易の方が都合が良かったわけなんで、そういうことを、そこは逆転してるんですけども、やっぱりその自由にさせろみたいな、ある種リバタリアニズム的な考えが背景にあって、こういう昔のその3%ーズだとか、ベッツィーロスフラッグだとか、そういうものを、持ち出してくると。で、そもそもが、その南部機もそういうものでしたよね。そうですね。で、南軍機っていうのは、前も言ったけど、今はなんかもう、差別の、レイシズムの象徴みたいになって、いろんなとこからこう外されてるんだけど、まあ、90年代から2000年代前半ぐらいまでは、昔の懐かしい古き良きアメリカの旗ぐらいの感じで、みんな、ロックミュージシャンも普通に使ってましたよね。だから、やっぱり意味合いがだいぶ変わったと思います。昔はサザンロックなんていうのは南軍機バックに演奏してましたもんね、やっぱりね。そう。で、プライマルスクリームのジャケットだって南軍機なわけですから、そういう意味で言うと、もっとタブー化が進んだんだよね。その奴隷制とかそういうことに関して、やっぱりその、ブラック・ライブズ・マター運動なんかの盛り上がりもあり、これはダメなんだと。ナチ、ハーケン・クロイツ扱いにしないとダメなんだっていう雰囲気が高まったような気がします。で、もう一つ、このね、最初の、議事堂のところの、この写真ね、この写真にね、まあ、この中にいろいろ写ってるんですけど、黄色い旗がいくつか写ってるじゃないですか。この旗がすごく多かったんだよね、今回。これは何かというと、これなんですけど、これはガズデンフラッグって言って、これもすごくそのレトロスペクティブ。これも最初の、独立戦争の時に、そのアメリカの、マリーンだから海兵隊か、が掲げた、その、一番最初の頃の軍旗の一つなんですよね。で、ガラガラヘビがシャーとか言ってて、
俺を踏みつけるなって言ってると。このDon't tread on me っていうスローガンでトランプの旗にくっつけたりとか、そういう旗もいっぱいありますね、今回ね。だからやっぱりそのレトロスペクティブであり、そのシビルウォーどころか、独立戦争まで、遡ってしまうと。なのに、めっちゃその、オタク感があると。なんか一番目立ってた角の人いるじゃん。ジャミロクワイみたいな。なんかジャミロクワイが言い訳させられてたけど、全然。俺じゃないって言ってましたよね。あれだって、結局、あれは実はもっと遡ってるとも言えるんだけど、そのネオナチはヨーロッパでもそうだけど、アメリカのネオナチもそうだけど、バイキングまで遡っていくんだよね。あれ、バルクナットですよね。そう。だから、そういう風にどんどん復古的になっていき、ノスタルジーをまとい、なおかつ、軽薄で、歴史を無視しているというものって、俺らがいつも普段戦っているものと同じやんって感じですかね。だからね、本当ね、今回なんで日本のね、ネトウヨとか保守がね、あんなにアメリカのね、トランプさんがと言ってんのかって、わかんないとかって言ってる人がいるけど、言ってる人も本当は分かってると思うんだけど、あれはまた同じものなんだと思うんだよね。そうだよね。だからこの、安倍がいなくなったから、トランプっていうその新しい親分が、向こうの方が、ね、明らかに強力で、傍若無人で強そうなわけだし、それを支持するのは当たり前だよね。だからネトウヨのグローバル化がすごいと。ある意味、非常に逆説的な言葉ではあるけどね、なんかね。そう、ネトウヨはやっぱグローバルなんだなっていう。で、それはやっぱり世界同時多発的に、実はそのイギリスとかにもやっぱり同じことあるから、起きてるなっていうことを思ったんですよ。だからこのアメリカ内戦、シビルウォーっていうのが何なのかっていうことを、ちょっと僕なりにまとめてみました。安田さんに点数をつけてもらいたいです。こんな感じでサクッとまとめられるんじゃないか。ほんで、こんなんさ、別にネトウヨじゃん。もうこれ一人一人も名前が浮かぶじゃん。全部つけられますよね。高戸さんですねとかさ、インブロン加藤さんですねとかさ。ハングロ遠藤さんですね。遠藤はね、なんでね、あんな、反原発運動やってた最後なのに、ああなったんだ、おかしい。なんであっちに寝返ったんだって言ってるんだけど、全然おかしくなくて、最先端なんですよ、彼は。そうですよね。だから、最先端か最高端かわかんないけど、とにかく時流に乗っていると。いうことだと思うんですよね。だから、これは、だから、ネットだけの、あんなものはネットだけのものだって言ってたものが全部表に出てきて、ワシントンを攻撃してるという状況だと思うんです。だから、結構、真剣に大変なことだなと思うんだよね。でもこれ全部本当僕らに、別にマガとか言わなくても、日本が先全部やってますよね。やっぱりね、今回ね、本当と思ったのは、扇動の力がすごく、扇動っていうのは怖いなっていうことを思いました。それは何かというと、これね、これ1月6日、ワシントン DC でその議事堂突入の直前ですけども、こういうことを演説で言ってるわけですよね。セーブアメリカ集会みたいな、セーブアメリカデモっていうのを、ジュリアーニとかと一緒にやってて、そこに出てきて、これから議事堂にさあ行こうって言ってるわけですよね。行ってないんだけど、俺も行くって言いながら自分は行ってないんだけど。
で、この我々は戦う、もうとにかく死ぬ気で戦う、もし死ぬ気で戦わなければ、もう国はもはやない。If you are not going to have if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. と言って、この言い回しね。で、これさ、戦ってる根拠が、選挙は不正選挙だったみたいな話でしょ。完全なただのデマで、論争の余地がないぐらいデマじゃないですか。それをネタに、ここまで言ってるわけですよね。こんな人だって俺ら知ってるじゃないですか。これ同じだよね。死ぬ気で槍を振るっていますとか言ってて。やっぱり、高須克也はすごいこれ、スケールちっちゃいなと、トランプに比べればね。でも、トランプに比べればスケールはちっちゃいけど、やっぱり彼の先導によって、それなりの人が動いて、なんかリコール運動をやったりして、今や8割が不正と言われてるね。なんか9割だったらしい。9割か。9割、すごいパワーですよね。だから、一人で、もうずっと同じ筆跡でずっと一人で書いてたわけでしょ、そういう人たち。で、これが例えば実際に大統領ぐらいの権力を持つと、ああいうことになっちゃうんだなと。だからヘイトの扇動っていうのは、ヘイトやフェイクの扇動っていうのは本当に、許したら大変なことになりますよっていうのをアメリカが今実地で、示している、リアルタイムで示している状態だということが言えるんじゃないかなと思うんですよね。このヘイトの扇動が結局、人の命を奪うことがあるっていう発想って僕は必要だと思ってて、ただここね、スローガンの中にもね、6MWE とかっていうプラカードがあったりしたの。で、これ何かって言ったら、6 million wasn't enough っていう。600万人では足りないだろう。これ何の意味かって言ったら、ホロコーストで死んだのが600万人って言われてるんだけども、ホロコーストの600万人でまだまだ足りないってことを言ってるわけですよね。6 million wasn't enough っていう。その 6MWE ってそれぞれの頭文字を取ったプラカードがあったりとかね。これ単なる差別ではなく、これ虐殺の扇動じゃないですか。で、こういったことが結果的にそういった人々に支えられてきたのがトランプだっていうことも言えるわけだし、こうした、虐殺扇動をもまた、抱え込むような運動っていうのは今アメリカで起きてるんだということ、これを美化しちゃいけないと思うしね、これ単なる頭の狂った Q アノンが襲いかかってきたっていう文脈の中で、修練させてもいけないと僕は思ってますね。だよね。だからね、結局、今、かなりの、虎ノ門ニュース自体が、YouTube でものすごい再生数っていうこともあって、かなりの人が、保守の、保守っていうことはつまりアホってことなんですけど、本当に信じてるよね。トランプが、バイデンは不正選挙をやったと本気で思ってるやつがかなりいますよね。でそれもトランプとかの扇動の結果ですよね。で、そういう、ものすごく扇動の力っていうのは強いっていうのは、本とかで読んでは知ってるけど、これなんだと。ナチスもそうだったろうし、大日本帝国もそうだったろうし、90年代のウガンダもそうだったろうし、これを、止めようとみんな頑張ってたんだなっていうことが思いましたね。はい、そうですね。で、やっぱりね、さっきのね、3%とか、オースキーパーズとかの話がちょっと出たんだけど、それをちょっと今回もいろいろ調べてて、ちょっと気づいたことがあって、南北戦争ね、要するにシビルワーが終わった後と、オバマが当選した後が、やっぱり微妙にこうしてるような感じがします。こういうことに気づいてしまった。世界で俺だけじゃないか気づいてんの。そんなことないか。みんな。でも、これね、1865年に南北戦争が終わって、で、その年にクークラックスクランができてるんです。クークラックスクランっていうのは、
今、実はあれ組織ではなくて、勝手にみんな名乗ってるもので、ファースト KKK、セカンド KKK っていうのがあって、20年代ぐらいに出てくるのはまた別のクランなんですけども、まあ、とにかく最初のクークラックスクランは、公式には1865年に結成されたということになって、南北戦争で負けたから結成されたってことになってるんです。でも本当は、まあ、その前からちょっとあったらしいんですけど、でもこれも南北戦争のね、からの、その退役軍人の交流会だったんだって、最初は。そういうルーツらしい。で、そこから、10年ほど経って、事務黒法ができていくわけですね。この事務黒法っていうのが、その後、その公民権運動の時まで、黒人のバスの席を白人と別にしたり、レストランを分けたりとか、そういう差別をどんどんその法律で正当化していくためのものとして、その後100年近く続いていくという。人種隔離をやっぱ制度化させたものですよね。事務黒法はね。はい。そういうことになったと。これはだから南北戦争に僕らその学校で南北戦争っていうのがあって、奴隷を解放しようという側が勝ちましたということで、アメリカの正義がすごいな、みたいに思ったと思うんですが、実はバックラッシュはやっぱそこから始まってるなっていう感じがしました。すぐにね。すぐに始まって、そのバックラッシュの影響がかなり長く続く。で、トランプのマガとか、ああいうのも昔いなかったじゃないですか。最近のネットのせいかなとかって言ってたんだけど、やっぱりね、バックラッシュだよね、これね。で、ミリシアね、さっきのスリーパーセンターズも2008年にできたんですよ。オールキーパーズも2009年。プラウドボーイズは2016年。これはトランプが、選挙運動をやる中でできたんですよね。で、俺ね、よく考えたら、最初在特会、こいつらムカつくなとかって気づいたのが、まあ2008年。そうそう、あれ民主党政権ですよ。そう、2008年の、最初東村山事件から知ったんですけど、東村山でなんか西村周平と一緒に店に嫌がらせしてる右翼がいて、なんだこいつらはひでえってなってた話がまずあって、2009年に、蕨の、フィリピン人一家、ヘイトデモっていうのがあり、っていう時系列ですよね。これなんかほぼ同時だなってやっぱりちょっと思いました。そうですね。結構リアルタイムで向こうと、その時全然気づかなかったけど、向こうとこっちで、同時に同じようなことが起きてたなと。でね、2010年ぐらいって、そのミクシーの犯罪特会込みで、いろいろとどうやって戦えばいいのかみたいなことをみんなでこう研究したりしてたじゃないですか。で、その頃に、やっぱアメリカの、アンティファの動画を見て、ネオナチの集会に出かけていって、なんか、棒でなんかドアとか蹴破って中で椅子投げたりとか、そういうことをやってて、まあ、こんなこと日本でやったら無理だし、すぐ逮捕されたし、困るなとか思って、でもまあ、こいつらみたいにレイシストをね、取り囲めるようになったらいいと思うけど、そんなのも日本だと30年ぐらいは無理だろうなとか思ってたのが、今は実現しまくってて、すごいんですけど、そうやって見てたもの、その時のネオナチはNSM で、ニューソーシャリストムーブメントか、だったと思いますが、結構同時代的にいろいろ起きてたんだなと。俺らなんかその先輩として参考にしてたけど、向こうは向こうで新しい大変なことが起きてたという時代だったんだなっていう感じがしました。だから、このことを考えるに、例えばそのバイデンが勝ったからといって、やっぱりバックラッシュ結構引きずると思うんですよね。そういうことがやっぱ大きいんじゃないかなっていう気もします。で、日本でも、バイデンが勝ったからって、あいつらがシュンとして終わるかっていうと、逆で、
なんかもう日本は自民党であいつらの思う通りに割といけんのに、なんか無理に頑張ったりしそうな気もするなって思うんですけどね。そうですどうなんね。うん今、野間さん言った通りね、その在特会の、母体っていうか、それに結集力を、倍化させた一つの要因として、民主党前の座り込みっていうのがあったんですよね。つまり、よく、分け知り顔で、安倍政権が在特会を育ったみたいなものって確かに存在するし、その側面もなきにしもあらずなんだけども、在特会を最初に育てたのはやっぱ民主党だったわけですよ。民主党政権に対する、育ったって言い方おかしいですね。民主党政権に対する反発っていうものがある種の、こうしたレシスト集団を生み出したっていう、外形上はね、そうした流れっていうのは日本でもあって、何か一つ動きがあるときに、その反動として何か生まれてくるっていう状況がある。ですから、それを考えると、野間さんが言う通り、このバイデン以降のアメリカ、あるいはバイデン以降の日本も含めた世界の在り方っていうものも、やっぱりとってもやっぱり不安にならざるを得ない側面というのはやっぱりありますよね。それからさっきワンドロップルールの事務クロ法か、この事務クロ法から公民権運動、公民権法が成立するまで約100年かかってるわけですよ。100年間、事務クロ法生きてるわけですよね。公民権法ができたのは1965年でしたっけ。そこまで100年近くずっと生きてるっていう状況の中でね、我々はもうやっぱり100年待てないわけで、こういった連日の状況を、いかにこれをやっぱり早く終わりにするか、終わりに近づかせるか、これを許さないかっていうやっぱり強い決意でもって、やっぱ物事当たっていきたいよね、これはね。そうですね。やっぱりその、アメリカのネトウヨの場合、武装してるっていうことがやっぱり一つ大きな問題で、そのことをやっぱりみんな心配してるわけですよね。例えばこういうふうにね、これは BBC ですけど、そのミリシアっていう呼ばれる人たち、ミリシアっていうのはまあ自警団っていうか武装したネトウヨですけども、もうすごいアクティブになってんじゃねえのみたいなことをみんな心配してるわけです。で、やっぱりね、それは僕も感じるし、それはトランプが4年間扇動しまくったから、今日なんかニューヨークタイムズかなんかが、トランプが4年間に言った誹謗中傷をすべてリストアップっていう記事をやってましたけど、あんだけやったらそれはそうなりますよね。で、そういうような、これね、オースキーパーズ。この人は、逮捕されましたけど、やっぱり綿密にいろいろ計画してるんですよね。しかもこのオースキーパーズっていうのは、これなんだ、誓いの保護者みたいな言い方なのかな。これは元軍人とか現役の警察官なんかが多くいると言われてるそうなんだよね。警察でなんかここにオースキーパーズのなんかこう、ワットみたいなのつけてるのがバレて、なんか怒られたりとか首にした人いましたよね。で、プライドボーイズは結構新しいんですけど、もうはっきりとウェスタンショービニストって書いてますよね。なんか要するに、西洋の愛国者であると。で、そのことにも躊躇しないよみたいなことを言ってる。結構暴力的だったりするということで、これが4年前だけど、今一番存在感があるのがプラウドボーイズかな。で、プラウドボーイズの人も逮捕されてるんだけど、これ実は、12月になんかブラックライブズマターの旗を破ったとか、なんかそういう微罪で別件逮捕されてるんですよね。多分これなんか予防拘禁みたいな感じの、アメリカが結構、公安的に、弾圧的なことをやってるかな。でも彼らはみんな今、反政府ですから、そういう立ち位置にいるんだなっていうことがわかります。ガナハマサコさんが、プラウドボーイズはやんちゃなお兄ちゃんたちの集まりに過ぎませんって言ってましたよ。まあ、やんちゃなお兄ちゃんたちの集まりに過ぎませんっていうことも、実は間違ってはいないと思うんだよね。だってネトウヨだからね。そんなんだってもう、在特会だってそうだよね。そうなんですよ。だからやんちゃな兄ちゃんの集まりってことはアホの集まりなんですよ。だから、で、そいつらがすごく力を持つためには何が、作用するかというと、トランプみたいなやつの先導ね。日本だと、桜井誠、それから百田直樹、高須克也、その他議員にもいっぱいいますけど、先導が、そういうものを育てていくということ
こう、やっぱり非常にもっとなんかちゃんと、それ、ちゃんとやんないとダメだなっていう感じがしました。まあ、というのが、今日のアメリカ内戦の、はい、特集だったわけなんですけど、今日ちょっと言うの忘れてたけど、今日もね、チケット売ってますんで、なんか皆さん、もし面白かった結構勉強になるやんとかね、もう内容濃いねとか、そういうことがあれば、そのチケットとか、このチャットで払ったりもできるんで、そのお金によって、安田さんのギャラを払ったり、それから、安田さんに高額なギャラを払いしたり、字幕を、ね、韓国語の字幕をやってくれてる人とかいるので、そういう人にちゃんと。私のギャラじゃなくて、そっちの方が大事だと思いますか。いや、安田さんのギャラは大事です。じゃあ、せっかくね、ギャラをいただけるんであればね、一つ、ちょっと余談になるかもしれないけど、日本でも実は国会議事堂突入計画っていうのがあったわけです、昔。で、これは全学連とかじゃなくてですね、実際に計画までしたグループがあったの。これ1961年のことなんだけども、いわゆる三有事件と呼ばれているもの。三有事件っていうのは漢数字の3に、無視、無力の無、ないという字。これで三なし事件と書いて三有事件というんですけども、これ何かって言ったら三有っていうのは無戦争、無税、無失業。失業と税金と戦争のない社会を作るっていうクーデター計画のために国会議事堂に突入してですね、政府閣僚を拘束し、それから社会党とか当時の共産党とか革新政党の人間をすべて粛清し、軍事政権を作るって、そういう目的としたクーデター事件だったんですね。で、これを、九州にいるですね、川波さんというある会社の社長さんが、旧軍人なんかを組織して、あるいは右翼学生とかを集めて、クーデター計画を立てる。ところが、計画を立ててる段階で、みんなおしゃべりだからペラペラ喋っちゃった。俺クーデターやるんだ、クーデターやるんだって言って。そして、警察に漏れて、結果的にクーデターの前に、銃刀法違反と殺人予備罪でもって十数人が逮捕される事件があった。ちなみに逮捕されたうちの一人で有名人とすれば、彼がいましたよね、海藻と言われた、あれですよ、お坊さん。あの人でしょ、北朝鮮。そう。なんか援助したりするし、そういうところ出てくる人は、なんとか大閣じゃないな。いや、それ違う。自分で記事書いてどうしちゃったけども。はい、池口栄寛。池口栄寛さん。池口栄寛さんなんかはその一人なわけですね。で、こうした右翼クーデターっていうのが1961年に発覚して、国会議事堂突入計画っていうのは、見事、計画段階でポシャっちゃったっていうのがあるんだけども、こういうことを計画するのって割と右翼が多いわけですよね。閣僚全部殺して、あるいは拘束して軍事政権を作ると。でも日本でもそういう動きがあったんだっていうことなんです。で、ちなみにその生き残りの池口栄寛さんっていうのは、いろいろあって、今はもうまだお坊さんやってるわけですけれども、そのうちの一人ね、当時右派学生だった。一人は今やっぱお坊さんになってるんですよ、九州でもって。で、僕実は数年前にそのお坊さん訪ねたことがあったの、三有事件の思い出話を聞くために。で、そのお坊さんはつい2年前に亡くなったんだけども、その三有事件で検挙され、その後何やってたかって言ったら、自分のお寺の中に、九州の炭鉱で命を落とした朝鮮人労働者のための供養塔を作って、そして、自分の余生は、そうした朝鮮人労働者に対する、供養でもって一生を得たいって、そう言ってたんですね。で、もともと右派クーデターに参加し、社会と共産と殺すといった人間が、後にお坊さんとなって、朝鮮人労働者の供養のために最後、生を全うしたという、そういう話があって、非常に面白いんですけども、私は講談社から出した右翼の戦後史にもその辺触れてるので、もしよかったら興味ある方は見てください。はい。じゃあ、今日はこの辺りで、やっぱりちょっと時間、もう60分ぴったりにできるように、プロフェッショナルな、あれしないとダメですね。タイムキープに失敗しました。そうですね。はい、15分オーバーでした。すいません。なんか今、もっとね、もっとピシッとだらだらと喋ってるからダメなんだよね、俺とかがね。来週、またやります。知ってますか？来週もありますよ。来週水曜日。
はい、次は、水曜日ですから、27日。はい。はい。で次何やりますかね。ちょっと韓国のことをやろうかなと思ってるんですけど、はい。計画してることがありますんでね、今ね。次回もこういう感じ。それから、字幕はですね、だいたい1週間、2週遅れで、日本語、英語、韓国語がこれからずっとつきますので、外国の人にもどんどん宣伝をしてみてください。ちょっともうね、ワールドワイドに行かないとダメかなと。僕らもやっぱりそのグローバリストとしてね、やっていかないとダメかなと、思いました。それでね、今日でも、アレックス・ジョーンズの話しようと思ったけど、まあいいか。アレックス・ジョーンズのね、言ってることのネタがね、結局日本の Q アノンとか、奴らと本当同じっていうか、それの元ネタがみんなあの辺だから、なんで、アレックス・ジョーンズって司会者なんですけど、そうですよね。自分の番組にチョムスキーとかも呼んでんだよね、昔ね。結局、右も左もないとか言ってやって、ああいうふうに、陰謀論極右になっていったんだけど、そのパターンが本当やばいなということを僕らはちょっとやっぱ知っといた方がいいと。で、遠藤だから笑って済ませてられるけど、まあやっぱり令和新選組の中にもいっぱいそういうような危険な人がいるし、今回そのリベラルだったのになぜトランプ陰謀論を信じてんのみたいな人、かなり続出したじゃないですか。やっぱりそういう仕組みが働いてると思うんですよね。だから、そういうあたりを、ちょっと一回またまとめてやりたい。字幕自動じゃないですよ、字幕は。自動だとね、俺がボソボソ喋りすぎて何も起こしてくれないです。ちゃんとね、手動でやってますからね。よろしくお願いします。じゃあ次は27日ということで。27日。はい。はい。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。